こ、これは一体どういうことですか？私たちにも何が何だか。ただ、オープン前からたくさんのお客様が。スーパーの前にたくさん並ぶお客さん。その様子を見て驚く店長と従業員たち。そんな彼らを見て私は苦笑してしまった。あらあら、ちょっとやりすぎちゃったかしら。はあ？海の見える田舎に引っ越して農業を始める？驚いた顔をしてそう言ったのは私の息子。いいでしょ？退職した後は田舎に移住して農業しようって決めていたの。私、町田久美子、60歳。還暦を迎えたことだし、セカンドライフを満喫したいというかねてからの夢を息子に伝えているところだ。へえ、いいじゃん。でもなんでわざわざそこに行くんだよ。俺が帰省するとき遠くなるじゃん。東京からは遠いから、無理して帰ってこなくても別にいいわよ、白状者。いやいや、高齢者の一人暮らしなんて心配すぎるから。息子の心配もわかるけれど、この夢はどうしても譲れないのだ。高齢者ってあんたね。私まだ60よ。余計なお世話だわ。はいはい、母さんは。まあ、何かあったら声かけろよ。はいはい。何かと心配性の息子とそんなやりとりをして、私は田舎へと旅立った。はあ、いい眺め。目の前に広がる広大な青い海。丘の上まで香る海の潮。耳に心地よく入るさざ波の音。それらが感じられるこの畑で農業ができるなんて、自然が大好きな私としては嬉しいの極みだ。あの人と一緒にここに来たかったわね。そうつぶやきながら思い出すのは夫の優しい笑顔。私の夫、忠夫さんは50歳の時に亡くなってしまった。過労だった。忠夫さんは町のしがない食品工場に次期工場長として勤めていた。しがない工場とは言ったものの、一応代々続く工場で、それなりに町の工場としての認知度はあった。しかし、不当たり、どういうことだよ。俺は何も悪くない。あいつが。ある日、忠夫さんと工場長が言い合いをしていた。工場長は忠夫さんの父であり、私の義父でもある。義父は頭を抱えながら説明した。資金繰りが苦しいところに融資を申し出ると言ってくれた友人がいて、融通手形を振り出したんだ。そしたら、そこまで説明したところで、忠夫さんが激高する。そりゃ手形詐欺だよ。どうするんだよ。詐欺の被害に遭い、不渡りになってしまったという。しかし、と、私はその場で提言する。詐欺の被害に遭われてしまったのなら、異議申し立てをすることで、不渡り処分に猶予をつけることができるはずです。まずは相談に。と、続けて言おうとしたところで、義父は首を横に振った。この工場は倒産寸前なんだ。そんなことをしたところで、経営が苦しいことに変わりはないんだよ。じゃあどうするんだよ。自己破産するしかないだろうな。こうして忠夫さんが継ぐはずだった先祖代々続いた工場は最悪の形で閉めることとなった。後に犯人は捕まったものの、私たちに残ったのは借金だけだった。借金だけが残った私たちに残された道は、ただ必死に働くことだけ。田舎では稼げる仕事も数少なく、私たちは上京することにした。義父との別れ際に、忠夫さんはこう吐き捨てた。一生許さないからな。
と。そう言われた岐阜の顔はとても悲しいものだった。それから忠夫さんはどんな仕事もやった。私も支えるべく昼も夜も働いたが、忠夫さんはそれを上回る働きぶりだった。そうして働いて、忠夫さんが50歳を迎える頃、その頃にようやく借金を全額返済することができたのだ。そのおかげで少し余裕もできた。今度、旅行にでも行くか？穏やかな笑顔でそう言った忠夫さんに、私は二つ返事でうなずく。行きたいわ。どこに行こうか。そうね、海が見えるところに行きたいわ。海が見えるところって言ったら、あそこか？苦笑しながらそう聞く忠夫さんに、私はにこやかに答えた。久しぶりに行きましょうよ。私、あそこが好きなのよ。じゃあ、今度の休みに一緒に行こう。ええ。旅行に行こうと約束をした矢先のことだった。仕事中の忠夫さんが倒れたと聞き、病院に駆けつけたのだが、ご臨終です。淡々と告げられた医師の言葉に、私は呆然と立ち尽くした。なんで？どうして？疑問の言葉ばかりが頭の中を駆け巡る。忠夫さんは過労死だった。頑張って働かなければ。そう思いながら頑張ってきた忠夫さんの張り詰めていた糸が切れたのだろうか。落ち着いて、さあこれからという時に、こんなにもあっけなく終わりを迎えてしまうなんて。約束したのにな。せっかく落ち着いたのに、その後の大変さといったら。忠夫さんの葬儀はもちろん、その後、彼の代わりを務めるのは大変だった。そうして結局、落ち着いたのは、私が還暦を迎えてからだった。ようやく落ち着いたからと会社を辞め、10年前の約束を果たすために、ここに来たわけだ。ねえあなた、見えるかしら？この海の景色が。忠夫さんがいるかのように、そう言ってみたその時、風がビュッと吹いた。それが忠夫さんの返事のように思えて、私はくすっと笑う。さーて、農業を始めますか。口にするのは簡単だが、実際やってみるのはとても難しかった。私の目の前には荒れ放題の畑。一からのスタートなので、まずは土壌を良くすることから始めなければならなかった。そして気候や環境によって育つ野菜と育たない野菜がある。それを見極めるのはとても難しく、何でも手当たり次第に様々な苗を植えて試した。アスパラガスはダメ。枝豆も育ちにくい。葉物も虫に食べられる。もう、どうしたら育つのかしら。あれやこれやと育ててみること、はや3年。ようやくある程度の野菜は育てられるようになった。中でも大根はうまくいった。太々とした長い大根は、お裾分けするご近所さんたちからお墨付きをもらったほどだ。そのうちの一人のご近所さんが、あるスーパーで店長をやっており、私にある提案を持ちかけてきた。それは、うちのスーパーに大根をおろしてくれないか、というものだった。その話を聞いた私は、そんなつもりは全くなかったので、苦笑してしまったものだ。うちの大根は趣味で育てているものだから、とてもお店に並ぶようなものではないと思うのだけれど。何をおっしゃいますか。趣味と言いますが、他の農家さんにも引けを取らないぐらい立派な大根です。どうしたらこの潮風吹くこの地域で、
あんなに立派な大根が育つんですか？目を丸くしながらそう話す店長に、私はまた苦笑する。春先に浜に打ち上がった海藻をどっさり土の下に仕込んだだけなのよね。まあ、大根が好きなので頑張っただけなのよ。こんな大根でよろしければ、いくらでもおろして差し上げますわ。うちの大根を気に入ってくれたのなら、と、私は店長の頼みを承諾することにした。そして迎えた大根を納品する日。店長が経営するスーパーに行ってみると、そこで私は驚くことになる。今日って休業日か何か？スーパーはもうとっくに開店しているにもかかわらず、お客さんが全くいなかったのだ。店長にそう聞いてみると、店長は苦笑しながら答える。いや、お恥ずかしい。これでも昔は大繁盛だったんですよ。近くに大きいショッピングモールがあるでしょ？ああ、あるわね。もしかして、そこができてからかしら。察しがよろしいですね。そうなんです。そこにもスーパーがありましてね。うちと違って夜遅くまで営業していますし、特に毎週特定の曜日になると安くなるってんで混むんですよ。安いに越したことはないものね。それに対抗できる目玉商品だったり、特定の日にセールをやったりはしているかしら。そう聞いてみると、店長は目をキラキラさせながら野菜売り場へと案内してくれる。うちは質の高い野菜が売りなんです。ご覧いただければわかると思いますが、ほら、これなんか立派でしょ？確かに、キャベツや白菜は大きい上に重く、ナスやトマトなどは丸々としていて、見た目もツヤツヤしている。他の野菜も同様に、とても立派なものだ。どの野菜にしようか、手に取って選別するまでもないだろう。それらを見て、目を輝かせていた店長の顔が、今度は沈んだ顔になる。でも、もうダメかもしれませんね。実はここ数年、赤字続きなんです。だから、特売日を設けたくてもできなくて、今は店の方針でやらないことにしているんです。赤字が続いたスーパーはどうなるか。それは想像に難くないだろう。こんなに立派なのに、お客さんが少ないのはもったいないわね。ええ。ですが、仕方ありません。これも時代の流れでしょう。ああ、でも、ちゃんと納品していただいた大根のお支払いはしますから、心配はしないでくださいね。そう言って、おろした大根を店に並べていく店長。そんな店長を見て、私は小さなため息をつく。どうにかできないかしら。そう思った私は、その日の晩、あるところに電話したのだ。もしもし、なんだよ、仕事中なんだけど。電話をかけたのは、私の息子、恭平にだった。あんた、こんな時間まで仕事してるの？忙しいんだよ。わかるだろ？私はなるべく残業しないようにしてきたんだけどね。うっせ。それより何の用だよ。遅くまで仕事をしている恭平を心配しつつ、私は要件を伝える。母さんが頼み事？そうよ。私からの頼みなんて普段めったに聞けないわよ。そう言うと、恭平のやる気が出たのか、電話の向こうから、ふっと笑う声が聞こえた。やってやろうじゃん。で、俺は何すればいいわけ？そうこなくっちゃ。まずはね。そうして、私と恭平はあることを画策する。その計画は誰にも悟られないよう、緻密に練り込んで、1ヶ月。やっと計画を決行する日がやってきた。その日も大根を納品する日で、
私は開店の2時間前にスーパーへと向かう。そこには懐かしい顔がいた。あ、来た来た、母さん。私を見つけると手を挙げたのは恭平だった。あら、早いお着きだったわね。母さんが早く来いって言ったんだろ。少しふてくされたような表情を見せる恭平に、私は彼が幼かった頃を思い出す。そうだったわね。準備はできてる？当然、母さんの息子だぞ。仕事できて当たり前だろ。この間残業してたじゃない。それはそれ、これはこれ。そんなやりとりをした後、私たちはにやりと笑った。さーて、始めるか。ええ、始めましょう。と。恭平と計画を決行して1時間後、出勤してきた店長とパートさんたちは、唖然とした様子でスーパーの前に突っ立っていた。これは、一体どういうことですか？私たちにも何が何だか。ただ、オープン前からたくさんのお客様が。スーパーの前にたくさん並ぶお客さん。その様子を見て驚く店長と従業員たちに、私は苦笑してしまった。あらあら、ちょっとやりすぎちゃったかしら。店長は私に気づくなり、真っ先に駆け寄る。これは、あなたの仕業ですか？一体どういうことですか？そう驚き混乱する店長に、私はいたずらっぽく笑いながら答える。そうよ。このスーパー、野菜は豊富で高品質なのに、お客さんが来ないのはすごくもったいないと思ったから、息子の会社で大々的に広告を打ってもらったの。そう言いながら、私は恭平とスーパーの前に準備したのぼりを見る。野菜フェアという楽しそうなデザインで書かれたのぼりを。だから今日は県外からのお客さんも多いわね。今日はすごく忙しいと思うけど、店長、やれるわよね。昔は大繁盛したスーパーだもの。こんな客数余裕でしょ？私がそう言うと、店長は昔を思い出したのか、曲がっていた背中がピンとまっすぐになる。そして力強くうなずいた。やれます。さあ、みんなも。今日はすごく忙しいと思うが、みんなで協力して頑張ろう。はい。従業員たちの目にも光が宿り、慌ただしく開店準備に取り掛かるのだった。私と恭平も手伝い、ようやく閉店したスーパー。並べていた野菜はほぼすべて売り切れ、その流れで他の商品も飛ぶように売れた。私と恭平が勝手に開催した野菜フェアは大成功を収めたのだ。店内の片付けやレジ締めを終え、従業員たちが帰った後、私は店長に頭を下げた。あなたのお店の方針を無視して、勝手にこんなことをしてごめんなさい。でも、どうしても救いたかったの。謝罪をすると、店長は慌てて首を横に振る。とんでもない。あなたには文句を言うどころか、感謝してもしきれません。本当に、ありがとうございます。こちらが謝っていたのに、逆に頭を下げられてしまった。そんなにお礼を言わないで。私が勝手にしたことだから。一つ、お聞きしてもいいですか？あなた何者ですか？そう聞かれた私は、くすっと笑って答える。農業が趣味の、ただのおばさんよ。すると恭平が苦笑しながら、こう返したのだ。よく言うよ。前職は社長だったおばさんが。と。恭平のその言葉に、店長が目を丸くして驚く。社長？失礼ですが、どちらの？食品マーケティングの会社ですよ。正直、気は進まなかったのですが、
あなたのところの商品、特に野菜を見て気が変わりました。母の言う通り、あなたのスーパーはとてももったいない。だから野菜を売りにした広告を打たせてもらいました。恭平はそう答えながら名刺を店長に渡す。この会社って誰もが知る大手の会社じゃないですか。あなたはそんなところの社長だったんですか？やだわ。社長言うけれどね。夫の代わりになったってだけで大したことはしてないのよ。そう。必死に働いてきた忠夫さんは、その働きぶりが認められ、勤めていた会社に次期社長として認められたのだ。忠夫さんが亡くなった後は私が継ぎ、私の後を息子である恭平が継いだというわけだ。そうだったんですね。しかし、なぜこんな田舎の売れないスーパーを救おうと？店長の疑問はもっともだろう。私はそっと目を閉じて答える。このスーパーはね、思い出なのよ。思い出ですか。目を閉じて浮かぶのは優しい笑顔を浮かべた忠夫さんの顔。ここは夫の地元であり、昔私と夫が住んだところでもあるわ。そう言うと、恭平が驚いた顔を見せる。え？そうだったの？あんたはまだ小さかったから覚えてないわよね。でもそうだったのよ。昔、私たちはここに住んでいた。久しぶりにこの地に戻って、当たり前だけど街は変わっていた。そんな中で一つだけ変わらないものがあった。そういったところで私は目を開けた。それがこのスーパーだった。懐かしかったわ。まだ小さかったあんたを抱っこしながら、忠夫さんと二人でよく買い物に行ったものよ。泣き叫ぶ赤ちゃんの恭平をあやしながら、二人で何とか買い物をしたのをよく覚えている。あの頃はお金はなくて、仕事も忙しくて、家族で過ごす時間もなくて、だからスーパーでの買い物は唯一の家族の時間だった。だからこのスーパーは私にとって大事なところなの。だから助けたかったのだ。その話を聞いた店長は、私のこのスーパーへの思いが伝わったのだろう。目をにじませながら私の手を掴んできた。もう諦めません。必ずやこのスーパーを守り通します。力強くそう訴える店長の手を私も握り返した。お願いね。その後、恭平の会社と提携を結び、融資もしてもらうことで、私の思い出のスーパーは守られることとなった。あれから半年後、あのスーパーはすっかり人気のお店となり、地元では誰もが知る有名なスーパーとなった。この日も私はスーパーへ大根を納品しに車で行く。車を駐車場に停めてスーパーへ向かう途中で見覚えのある男性を見つけた。その男性を見つけた私は思わず声をかける。そう声をかけてみると、後ろを振り向いた男性は私を見て驚いた顔を見せた。あんたはまさかせがれの。ご無沙汰しております、お父さん。男性は忠夫さんの父であり、私の義父だった。元気そうだな。ええ、私は変わりません。お父さんはお体の調子は？まあ、老いぼれだからな。あちこちガタが来て当たり前よ。じゃ、これで。そう言って、その場を去ろうとする義父を私は呼び止める。待ってください。私、ずっとお父さんに会いたかったんです。あんたに合わせる顔なんかないよ。せがれが死んだのは
俺のせいみたいなものだからな。俺がヘマしなけりゃ、せがれはあんなになるまで働くこともなかった。あんたを悲しませることもなかった。そういった義父に、私は首を横に振る。お父さんのせいじゃありません。悪いのは犯罪者です。はは。優しいのは昔から変わらんな。あんたはそう言ってくれるが、せがれは許さないだろう。一生許さない。その言葉は今でも忘れていないよ。困ったように笑いながら、寂しそうに笑う義父。私はもう一度首を横に振った。お父さん、あの後、忠夫さんはずっと後悔していました。後悔？忠夫さんは、本当はお父さんを恨んでなんかいませんよ。え？忠夫さんが亡くなる前、私たち、ここに旅行に行こうとしたんです。お父さんに会いに。お父さんにどうしても伝えたいことがあるから。でも、忠夫さんは亡くなってしまった。だから、代わりに私が伝えることにしたんです。私は優しく微笑みながら義父の目をまっすぐ見て、こう言った。私たちはお父さんを恨んでいません。そう伝えると、義父は人前にもかかわらず、その場で涙を溢れさせた。目から溢れんばかりの涙を流し、それを自分の腕で拭いながら喋る。そうか、そうか。と、ただ、それだけ。そんな義父の背中をさすりながら、私はスーパーに向かって歩くよう促す。ここには買い物に来たんでしょ？さあ、行きましょう。私ね、ここに大根をおろしてるんですよ。ぜひ買ってくださいね。大根か。大根。せがれが好きだったよな。そうですね。ぶり大根とか特に好きでしたよね。今日、作ってみるかな。あんたの大根でさ。はい、ぜひ。義父に伝えたいことを伝えられたその後も、私は変わらず、ずっとこの地にいる。この日も、海を見ながら畑仕事をしていた。忠夫さん、やっと伝えられたよ。これからは、ここであなたの好きな野菜を作り続けるわ。だって、あなたと過ごしてきたこの町が大好きだから。